様こんにちは。青猫またたびクラブの稲です。今回は初めてのバリ島でリゾートホテルに泊まってみたっていう感じで、バリ島のヌサドゥアというエリアにあるリッツ・カールトンバリに泊まっていきます。やっぱこういうところではね、いいホテルに泊まりたいっていうね、ありますよね。リゾート地ならではのホテルに泊まっていきます。初めてバリ来たんですけど、本当に蒸し暑かったですね。シンガポール乗り継ぎだけだったんであれなんですけど、その前が韓国だったんで、激寒からの激安の国に来てしまったって感じでした。もう服装選びが本当に大変でした。速攻で上着はスーツケースの中しまいましたね。で出口出たら目の前に送迎の人がもうワンサカいました。もうみんなから「ヘイヘイヘイ!」みたいな感じでしためっちゃ絡まれんねんここ。半端ないね今回は事前に調べた方法でホテル向かうので、全員ごめんなさい、無視しますグラブかゴジェックっていう配車アプリ使うんですけど、空港から使用するとホテルまで1500円ぐらいしちゃうみたいで、今映像でちょっと歩いて向かってるんですけど、空港出てからちょっとした一般道に出て、そこから配車すると500円ちょいで行けるみたいで、だけど裏技ですよねこれも。ここから乗ると空港使用料みたいな感じで上乗せされるっぽいです。1000円の差なかなかでかいですよ。ちなみにグラブとゴジェックどっちで行くか悩んだんですけど、ゴジェックの方が少し安かったです。なのでずっとゴジェック使ってました。後日ドライバーさんの人に聞いたら、ゴジェックの方システム不安定だからグラブの方が配車はしやすいよって言われました。確かに実際使ってみるとゴジェック結構反応悪かった感じしますね。といった感じで車に乗ります。でやっぱバリ島って日本人がよく来るからか、ドライバーさん日本語の挨拶くらいは知ってること多いなって思いましたね。嬉しいですね。キティちゃんがインドネシアマックとコラボしてる。かわよい、絶対食べないといいなこういうコラボで。ちなみにインドネシア語でこんにちはってなんて言うんですかって運転手さんに聞いたら、もう長すぎて分かんなかったです。覚えられなかった。ありがとうっていう言葉はインドネシアっていうよりかはバリ島で使うありがとうで、スクサマーっていうみたいで、スクサマーはすぐ覚えましたね。語感が可愛いんで、もめちゃくちゃもうなんかあるたびにスクサマースクサマーって使ってましたで高速道路代もこのゴジェックのアプリで一緒に引き落とされるので楽ちんです。でホテルまでは30分ぐらいで到着しましたね。だって30分ぐらいの距離を500円ぐらいで乗れるって考えたらめちゃくちゃ安いですよね。ホテルに到着です。ロビー入ったらお出迎えと説明でちょっとあんまり動画は撮ってなかったです。ウェルカムドリンクいただきました。花の匂いのするお茶でいい匂いでした。優雅なウェルカムドリンク。こちらはロビーから見えるホテルの景色です。奥の方までこれホテルみたいで、もうすごい広いよ。本当にすごくないですか？これ全部ホテルですって。そしてホテルの中はやっぱり広いからバギーに乗せてもらって移動します。すごい、ホテル内でバギーなんて初めて乗って、これもすごいアトラクションみたいで面白かったです。でバギーに乗りながらホテルに関する説明を聞きながら部屋に向かってました。さあお部屋のあるところまで到着です。早速ルームツアーをしていきたいと思います。すごい洗面台2つありました。めっちゃでかい。うちもこんな洗面台欲しい。
なんかインドネシアは水道水使うのにうがいとかにもあんま良くないらしくて、専用の水が洗面台のとこにありました。すごい日本とは違いますね。引き出しの中には各種アメニティとドライヤーありました。いろいろ入ってましたね。で、洗面台の裏側には浴槽がありました。うち浴槽足曲げて入るんで、うちはこの半分ぐらいしかないかな。だからでかすぎて逆に落ち着かなかったです足伸ばせすぎて頭が下に落ちちゃうみたいな。頭が沈んでくってなりました。広すぎて。で、ここバスソルトも置いてましたね。で、後ろがシャワーになってました。シャンプーとかソープ系はディプティックっていうところのみたいで、調べてみたら結構お高いやつだったんで、いいやつなんじゃないかなって。冷蔵庫の中にドリンク入ってるんですけど、こちらは全部有料です。確かこのお菓子も有料だったかな。で、お茶とコーヒーは無料です。で、その隣にテーブルと椅子、果物で、ベッドの横にソファーもあります。で、ベッドはツインでお願いしました。クイーンサイズ2台ですね。でかい全然これだって6人ぐらいで寝れちゃうんじゃない？で、このボタンを押すと、なんとこのブラインドが開いていくんですけど、このブラインドを開くと、なんと何があると思う？じゃじゃん。ここに目の前にプールがあるんですよ。お部屋にプール。すごない？ここからプールに入ることができるんですよ。直結プール。で、この建物の1階に宿泊してる人だけが使用できるプールになってますね。おしゃれじゃないですか。すげえ。夜でもめっちゃ綺麗なライトついてるんで、もう全部見えるね。ライトついてなかったら確かに見えないもんな。さすがに夜寒かったんで入らなかったです。ですごいベランダにもテーブルとソファーがあって、ここでばったりできる感じになってました。いや、これ明日入ろうかなって。で、中取り忘れちゃったんですけど、スーツケースを置けるクローゼットもありました。ルームツアーはこんな感じで終了です。ちょっと今日は夜遅かったんで、もう寝たいと思います。就寝。おやすみなさい。朝です。おはようございます。めっちゃ快晴。昨日夜遅かったんで、遅起きです。まあいつもなんですけど、遅起きは。ここのプール入ろうかなと思ったんですけど、もう一個ホテルについてるメインのプールがあって、今回はそっちから行ってみたいと思います。で、やっぱプールも遠いんで、バギー降りたところで電話があって、そこから電話で「はい、お願い」みたいな感じで電話したらバギーやってきてくれるんですよ。で、バギー乗せてもらって、プールまでお願いっつってで、プール行きます。めっちゃ広くない？ここのホテル。とんでもない敷地内だ。早速、メインのプールに到着です。わりかし混んでるかなと思ったんですけど、そんな人いなかったんで、どの場所に座ってもいいよって感じでしたね。で、どこに座るか決めたら、スタッフが準備してくれました。いや、せっかくなんで、この目の前に海があるんですよ。で、海が見えるとこにしようぜってなって、海の見える席の方にしました。タオルとかもね、持ってきて準備してくれるんですよ。素晴らしい。さすがはリゾートホテルだ。ありがてえ。海の見晴らしやばくないですか、これ。すごくないですか、この、なんていうの、ビュー。シービュー。いや、リゾートに来たっていう感じすごいですよ。ちょっと海は掃除がめんどくさいんで入んなかったです。ごめんなさい。砂の掃除が落とすのが大変かなと思ってやめました。ビーチで動画は撮りました。早速プールに入ってみます。めちゃくちゃちょうどいい温度でした。で、海と逆の方向を向いてみたら、昨日見下ろしたフロント側の方見えましたね。
一応この時期のバリって雨季だったんですけど、全く雨降りそうな感じもなくて、天気に恵まれました。で本当にこんなに人が少ないんだってくらい人があんまり少なくて快適なプールタイムでしたね。で時間はこれお昼過ぎなんですけど、なんか実はこのホテルの周りって私が調べた限りでは歩いている距離に飲食店とかがなくて、だからプールサイドでご飯食べようぜってなって、ここでお昼ご飯にしたいなって、プールでお昼を食らいますいやこの景色で飲むビール最高ですよ。なのでビール飲みます。最初はクラクラっていうクラフトビールとインドネシア産のビンタンビール頼みました。注ぐのめっちゃ下手くそで面白い。ごめんなさい。どっちのビールもアジアのビールっていう感じでさっぱりして飲みやすかったです。私ビールはさっぱりしてないと飲めません。濃いビールが苦手です。このビールのビールの汗というかビールの汗見る感じすごい熱いの伝わってくると思う。いいね、このビールと海の景色最高じゃないですか。早速頼んだ料理がやってきました。注文したのはスモークチキンの生春巻きとハンバーガー。いや海を見ながらのハンバーガー食べてみたかったのよナイフで半分こしようと思ったんですけど、パンの弾力が強すぎて切れなかったですでこの生春巻きはもうめちゃくちゃアジアンって感じのお味でしたね。でさっぱりしてて熱い国に合うお味です。ただ私はパクチー苦手なんでめっちゃ頑張ってよけて食べてました。でハンバーガーがちゃんと炭で焼いてるのがもうめちゃくちゃ香ばしくて肉汁たっぷりで本当に美味しかったです。値段も結構強かったんですけどねホテルのご飯ってこともあったからかサービス料など込みで全部食べてこれ7000円くらいだったかな確か。いやー高いハンバーガーうまいっすよでは一旦お部屋に戻りたいと思います。本当にいい天気ですね。で部屋にあるプールもやっぱ入りたいから入ってみよう。でこれ確かによく見たら隣とつながってるからこのまま横に行ったら隣の部屋にも行けちゃいますねまあ行かないですけどさすがに。ちなみにお部屋の方のプールは結構冷たかったです。なんだろうやっぱ日光当たってないからなのかな、冷たくてちょっと入って断念しました着替えて外に出る準備をしたので出発します。で昨日夜着で明かりなくてあんまり周りの景色見てなかったんですけど、すごい自然に囲まれてめっちゃいい空間じゃないですか。すごい緑豊かで東京にいたらこんな景色をあまり見ることがないから素晴らしい素晴らしい。やっぱ緑と水っていいね。見てるだけでなんか癒されるね。これエレベーターからの景色。エレベーターからの景色もまあまあすごくないですか。日中のロビーからの景色もすごい綺麗。これ全部ここのホテルだってすごいよね。あそこさっきいたプールめっちゃ遠くに見えますよね。結構距離あるよねこれ歩いたら。ロビーで演奏してる人いた。これから行くところはバリコレクションっていうショッピングモール行きます。このリッツ・カールトンからシャトルバス出てるのでそれ乗っていきます。バスっていうよりかは10人くらい乗れるハイエースでしたね。他にもいろんなホテル回ってったので25分くらいかな、だいたいそのくらいで着きました。マジウケる。やっぱ海外って感じなのが、向かう途中でドライバーさん普通に飲み物買ってて面白い。そういうところがやっぱり海外はいいなって思う着きました。なんか日本人らしき人たちもいたりしたかな、やっぱり。
なんかぶらついていきたいと思います。すげえパチモンとかが売っててちょっと面白かった。ブリトンが1万2000円くらいで売ってました。めっちゃおもろいのが、店の人にこれ本物って聞いたら堂々と偽物本物こんな安くないよって言われました。友達とバリっぽいワンピースなんかあるかなって言って、それあったら2人で買おうぜって言ってたんですけど、あんまピンとくるものなかったからここでは買い物しなかったです。そういえばね、インドネシアルピーね、1円も持ってなかったですよ。やばない。なので両替しておきます。でここでは1万円が103万ルピーになりました。でこの日以外でも両替所見たんですけど、だいたい102から104くらいだったので、どこの両替所でもこの辺そんなに大差なさそうでしたね。で隣にあるコンビニみたいなところ、ちょっと喉乾いたんで飲み物買いました。ここでも写真タイムです。バリ島は日本とは建物の形も植物の形も違って可愛い感じのがたくさんあったので撮ってて面白かったです。でバリコレクション自体お店結構あったんですけど、なんかそごうっぽいところとかもあったりして、お値段結構バラバラだったっていうのもあるのと、他のエリアに行く予定あるんで、わざわざここで買わなくてもいいかなっていう感じで私たちは回避っていう感じでしたね。ですごいここで日本料理のお店あって、それ撮ってたら店員さんがポーズしてくれたんですよ。可愛くないですか？すごいバリっぽいもの売ってるお店もありました。すごいこのなんか手作り感のあるこの感じすごいいいですよね。可愛い。多分これ本当に手作りなんだと思う。店の横で作ってる人いたしね。すごいこのアイス屋さんみたいなアイスキャンディーかかわいい。スタバがあって日本の日焼け止めや。すごいぞこの日焼け止め、1500円くらいするぞ。すごいここでも演奏してる人いました。すごいこの楽器って滝でできてるっぽいですね。すごいみんなが知ってる曲演奏してくれました。なんか見てたら一緒にやるかって言われたんで教わりながらやってみました。いや楽器経験なかったんでちょっと難しかったですね。で一緒にやってもらって教えてもらったのでチップをお渡しして、次は特にやることないなってなったんで近くのマッサージ屋さん調べて行ってみようかなって。でなんか調べたら歩いて15分くらいだったんで散歩しながら行きたいなって。それ私なんか可愛い標識見るとついつい取っちゃう癖があるっぽいです。さあひたすら長い道を歩いていきます。すごいインドネシアっぽい像あった。結構でかい。逆側建物半分に切られたみたいな形のがなんかありました。ちょっと歩いたら店が出てきましたね。さあマッサージ屋さんへ探せ。マッサージ屋さん、マッサージ到着です。でメニュー聞いて手術してもらったんですけど、私オイルがマジで苦手で本当に苦手でうわーってなっちゃう人なんですけど、受けたらオイルマッサージで終わった後泣きそうになってました。次マッサージ行くときはノーオイルの店を探していきたいと思います。お店自体はお値段安くて、終わった後ホテルに戻るんだったらサービスで送迎してくれるっていうお店で結構いいお店でした。ただでもやっぱりご飯食べて帰りたいんで送迎断ってまた歩いてご飯屋さん行きたいと思います。すごいよね、地元っぽい道歩いていく。でこういう道歩くのも楽しいですね。いやバイクの量がやっぱりえげつないんでぶつからないようにしないと。危ない。なんかすごい時々道のところにすごい時々道になんかお供え物みたいなの置いてあるんですけど、これ何なんだろ
まあ後から調べてみたらそういうあるらしいですね。すごい不思議なバス停あったり、サークル系サンクスじゃなくてサークル系ありました。さあ目指した先はヌサドアピッツァ。これね後からすごい話あるから、ヌサドアピッツァ楽しみにしててまあここには名前の通りイタリア料理のお店ですね。Google マップで調べて見つけたんですけど、手頃な値段で美味しそうだったんでここに来てみました。ピザの値段が600円から900円ぐらいでリーズナブルです。飲み物はちょっと一旦お酒は嫌で、私アイスティーにしました。友達はビンタンラドラーっていうのにしてました。友達はラドラーにハマって滞在中のお酒ほぼこれ飲んでました。飲み物めっちゃ安いんだけど。で注文したのはこの名物っぽいラザニアとエクストラバガンザピザとアンチョビチーズガーリックブレッドです棒読み総理で、せっかくなんで一番大きな豪華なピザにしたらめちゃくちゃでかかったです。めちゃくちゃでかいの伝わります？これこんなでかいの来ると思ってなかったですよ女二人でこれ食えんのかって。いや味は本当に美味しかったです。そうちゃんと窯で焼かれてて、生地薄めのやつで、すごい私薄めのパリパリのやつが好きなんですけど、これが私好みでいいピザ食べてるなっていう満足感がすごかったです。でこれはガーリックブレッドの上に溶けてるチーズと上にさらにアンチョビ乗っかってました。でパンはサクサクのガーリックの香りとちょうどいい塩気が最高に合いますね。ラザニアわかります？このチーズたっぷりビヨーンとチーズたっぷりでお肉の旨味が効いたミートソースが本当に美味しかったです。でミートソースはほんとそのまま食べてるんじゃないかってくらいたっぷり入ってました。でせっかくなんで食後にはこのバナナシェイクテイクアウト用で作ってもらいました。でこんな食べたんですよ。こんな食べたのに2700円くらいでしたよ。素晴らしくないですか？でそしてやっぱり2人じゃ食べきれなくて、これテイクアウトできますかっつったらテイクアウトしてくれて箱に詰めてもらいまして、ありがたい。で外出たら釜焼いてる方がいて見せてもらったんですよ。そしたらこんな感じで焼いてて、いやーそれはうまいわけだってなりましたよ。続いてすぐ近くにあったコンビニでアイス食べたいなーっつって、食後のデザートは別腹でございます。でこういうのが一番うまいですよね。本当にこれ美味しかった、このアイス。さあお腹パンパンなんでごめん腹出てるわさあホテルに戻って今日はお休みしたいと思います。おはようございます。このホテルは最終日です。でここのホテルで何をやってみたかったってこれをやってみたかったんです。海外で一度はやってみたいことだったホテルにお願いしました。それはフローティングブレックファーストよくインスタでプールの上に浮かんでるご飯よく見てて、これは一回やってみたいって思ってたんですよねインスタ映えとかね、可愛いとかいろいろあるじゃないですか。やるしかないよ。でやっぱこういう場所でしかできないかなと思ってたんで、スタッフの方があらかじめ用意した料理きれいにカゴに並べてくれてます。いや料理ものすごい豪華ですよ。もう食べきれないぐらいたくさん豪華ですで面白いですよ並べてくれてるんですけどサーモンが乗らなかったわけですこちらは後ほど。まあね、サーモンね、プールの上でね焼けちゃってね、鮭みたいになっちゃうかもしれないしね。さあこちらを浮かせます。ぷかぷか浮かせてもらったらこんな感じ。すごい本当に浮いてるみたいじゃないですか。面白い。で意外にも結構安定して浮いてる感じしますよね。さあ早速私たちも中に入ってインスタ映えを撮っていきます。インスタ映えというか写真映えというか動画映えというか、すごくないですか？ご飯と一緒に泳いでるって面白くないですか？
こんなおしゃれな朝ごはん人生初めてですよ。早速食べてみたいと思います。これなんだ、エッグベネディクトってやつですかね。すごい半熟卵がトロトロですごい美味しかった。いやめっちゃ美味しかったこれ。まあ食べ進めようって思ったんですけど、まあ浮いてるから食べにくいですねやっぱ。プードルの中で立って食べてるご飯は食べにくいです。写真撮るだけ撮ってすぐ上に上がりました。映えっておもろいね。映えとは一体何なんだ。で、外にあったテーブル、上で写真撮った後はテーブルの上で食べて、すごいこのパンサクサクでめっちゃ美味しかったです。サーモンも美味しかった。いやー、サーモン好きにはたまらんぜ。いやー、さすがリッツ・カールトンですよ。で、ちなみにこのリッツ・カールトンの朝食、バイキングだったら1人3500円くらいなんですけど、このフローティングブレックファーストは2人前で8500円くらいでしたね。このプール付きの部屋でしか注文できないらしいんで、この部屋に泊まったらぜひ体験してみてほしいです。これ一種の体験で面白いと思います。というわけで、リッツ・カールトンの滞在はこれで終了となります。この後はまた別のホテルに宿泊する予定なので、ぜひ次の動画も見てくれたら嬉しいです。それではまた、ありがとう。